こんにちは、さゆりです。今回は日本の容姿への美意識2024について語りたいと思います。はい。まず、容姿というのは見た目や外見のことです。目で見てわかることですね。で、美意識というのは美しさへの意識ということです。美しさへの意識や態度のことです。皆さんは容姿への美意識が高いですか？何か自分が美しくなるために気を使っていることはありますか？私は2023年の年末12月に大阪に引っ越してきました。大阪は大きな町です。私が住んでいた町と比べて本当に人が多いです。その分、綺麗な人もかっこいい人もいます。美意識が高い人が多いなという印象を受けました。そうやって大阪に引っ越してきて毎日見る光景ですごい綺麗だな、かっこいいな、なんか芸能人みたいだなみたいな人もよく見かけます。で、これを思っていたのは私だけじゃなかったみたいです。私の友達は、四国の田舎に住んでいます。で、その友達は、仕事が京都や東京であるので、よく都会に行きます。で、ちょうどメッセージをもらったんです。都会では若い子の整形が普通になったのか、なんか最近モデル並みに可愛い子がそこら中歩いていて、結構ビビる。自分が年取っただけなのか、と来ていました。まず、整形。整形というのは、ここでは美容整形を指しています。プラスチックサージャリーのことですね。で、モデル並み。モデル並みというのは、モデルのように、モデルと同じように、モデルと一緒に並んでも変わらないぐらいという意味ですね。そこら中歩いている。そこら中っていうのはもうたくさん歩いてたら何人もモデルみたいに可愛い人がいっぱいいるということですね。はい。もう一度読みます。都会では若い子の整形が普通になったのか、なんか最近モデル並みに可愛い子がそこら中歩いてて、結構ビビるかな。はい。ビビるっていうのはびっくりするのスラングです。ビビる。はい。ですね。私も友達も同じような感想を持っています。毎日外を歩くだけでモデルのような人を見ます。数年前に同じようなポッドキャストエピソードを撮りました。二重に関するエピソードです。二重というのは目の上のアイリッド、まぶたが二重になっている、線になっていることを二重と言います。はい。それは、数年前からも一般的だなと思っていたんですけど、最近はたくさん整形する部分があります。その目の形とか鼻の形を変えるだけではなくて、美容医療といって整形よりももっとマイルドな施術、例えば、ヒアルロン酸やボトックスを入れたり、なんか針で刺したり、レーザーを当てたり、そういうことをする人もどんどん増えてきました。それを美容医療と言います。美容というのは美しさのことで、医療というのはメディカルのことですね。で、その美容医療で最も一般的なのは脱毛だと思います。脱毛、毛をなくす施術です。例えば男性だとヒゲ、日本人の男性はヒゲを剃る人が多いですね。ですから、毎日ヒゲを剃るのはめんどくさいですね。だから、レーザー脱毛で全てなくしてしまうという人が増えてきています。
他女性だともう本当に見えるところ、この目から下、すべて脱毛しているという人も珍しくありません。全身脱毛する人も、全身、全部の体ですね、を脱毛する人もいますが、部分的に、体の一部、例えば腕とか足とか、脇とか、ちょっと見えやすいところだけ脱毛する人がいます。エステで脱毛する人もいるし、病院で医療脱毛をする人もいます。私は、病院で医療脱毛をしています。正直痛いですね。最初は痛いです。毛が濃いところは痛いです。はい。私、お金もかかるし、時間もかかります。一般的な例で、男性だと髭を脱毛する人が多いと言いましたね。髭脱毛は、だいたい料金は、10万円ぐらいはかかると思います。で、その髭を完全になくすには2年以上かかるのが平均的だと思います。はい。でも、うーん、その10万円ぐらい払ってもう髭剃りとかカミソリを買わなくていいと思うと、うん、まね、いいのかもしれませんね。うん。で、病院に何度も通います。はい、時間とお金がかかります。私個人としては自分のために脱毛をしているんですけど、綺麗な人をたくさん見ますね。で、そこで電車の広告がありますね。脱毛やエステや美容整形の広告がありますね。で、もしそれを全くしなかったら、なんか自分がサボっているというか、自分がその日本の容姿の美のスタンダードに合ってないような気持ちになるんですね。これは、ちょっと考えすぎかもしれないんですけど、私の個人の、感想ですね。こんなに綺麗な人がいて、みんな頑張ってるから、私も脱毛した方がいいのかなとかいうそういう洗脳、ブレインウォッシュ、洗脳にかかるような感じですね。でも実は私は田舎に住んでいた時から、病院で脱毛をしていました。で、田舎の、病院と都会の病院の差に驚きました。一つ目は、田舎の病院はすごく丁寧で優しいです。はい。例えば、自分が今から脱毛する部分を冷やしてくれたり、今から行きますね、とか、終わった後は大丈夫ですかとか、かなり、気にかけてくれていました。一人の人間として扱ってくれているような気がしました。で、この間、大阪の、ショッピングモールに入っているような病院の脱毛に行ったんですね。そうすると、そうですね。お昼のラーメン屋ぐらい混んでいてその病院の中が人でいっぱいだったんですよ。信じられますか？はい。で、看護師さん、ナース、看護師さんが、脱毛のレーザーを当ててくれるんですけど、その時なんか全然こちらに気を使ってくれなくて、はい、脱いでください。はい、ベッド横になってください。なんかすごく流れ作業のような気がしましたね。流れ作業というのは効率化を重視して、連続的に行われる行為。だから他にたくさんの患者さんがいるから、どれだけ早く効率的にたくさん脱毛できるかっていうのを重視しているような感じがして、ちょっと全然違う経験になりましたね。まるでアメリカのスーパーマーケットのなんかフルーツの気分になりました。アメリカのスーパーってベルトコンベヤーに品物が流れていくじゃないですか。そんな感じですね。流れ作業で脱毛する。流れ作業でレジを打つっていう感じとすごく似ているなと思いました。私は新しいことが大好きなので、他にも美容医療を受けました。
それはちょっと恥ずかしいんですけど、シミ取りレーザーです。シミというのは、年を取ると、なんか、黒とか茶色の点が出てきますね。それをシミと言います。そのシミ取りをしてきました。料金はとっても安かったんです。1万円でした。全部の顔のシミを取って1万円です。めちゃくちゃ痛かったです。なんか本当に、2、3日は顔がやけどした状態になっていました。はい、すごく痛かったです。で、シミ取りについては、あんまりまだ効果がわからないので、コメントはできないんですけど、そのシミ取りの後のアップセーリングにびっくりしましたね。そのシミ取りは病気ではないので、保険治療外です。だから、健康保険でカバーされません。はい。だから、その病院が言った値段を払いますね。で、今回は1万円でした。でも、その後にいろいろなトリートメントとか、を勧めてくるんですよ。まるでそれをしないと良くならないみたいな感じで、もうすごく高いものを勧めてくるんですよ。例えば、1万円のそのシミ取りに対して、4万円とか5万円とか他の、トリートメントや施術を勧めてきて、これは自分でね、境界線、ボーダーラインを作っておかないといくらでもお金を払ってしまうようなビジネスモデルになっていました。はい。うん。だから、そうですね。なんか、お医者さんに言われたり、看護師さんに勧められて、全部やっていたら、とんでもないお金を使っていたと思います。はい。もっと綺麗になりたいっていう人の欲望、desire を満たす商品やサービスが溢れていました。全部買ったり、そのプランを契約するとキリがないですね。私の予算、バジェットには限界があるし、そんな高いものは買えないんですけど、もっと容姿に対する美意識が高い人とか、もっと他の美しい人に自分も合わせなきゃと思う人は買うのかもしれないですね。私はあんまり、容姿に対する美意識は高くない方だと思うんですけど、それでもかなり、プレッシャーを感じましたね。これをしなきゃいけないのかなとか。うん、はい。その見た目だったり、容姿の、価値が最優先だとは思いません。でも、今の若い人たち、例えば10代とか20代の人たちは本当に大変だなと思います。インターネットにいろいろな情報が溢れているし、周りにはたくさんお金を使ってフィルター加工をした写真のような顔の人もいっぱいいるし、なんかそうやって広告などでも決められた美のスタンダードを広告側から押し付けてくるので、広告とかそういう周りの人たちからの、美の基準が勝手にプレッシャーになってると思うんですよね。で、その上、美容医療が発展して、カジュアルに整形や、施術を受けられるようになりました。だから、ストップがかからない、歯止めが効かなくなる人がいると思います。本当に今の若者は、大変だなと思いますね。世界中でもね、インターネットもありますし、日本だけの問題ではないと思うんですけど、これは私が都会に引っ越してきて、若い人たちをよく見るようになって、感じたことですね。ここ数年でよく聞くようになった言葉で、ルッキズムというのがあります。ルッキズムというのは見た目ですね。見た目や、体の特徴。その目に見えるところだけで人を判断することですね。そうですね。これが美容医療や美容整形につながる原因だと思います。できれば悪い待遇を受けたくないじゃないですか。だから綺麗だったりかっこよくなったりして、できるだけいい待遇を受けたいと思いますよね。それがちょっと過激になっているのが今の現代社会かなと思っています。そういうのが加速していますね。どん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 、うん、
普通になってきてしまっている。その脱毛だったり、ボトックスだったり、そういうのがもう普通になってきていますね。皆さんの国ではどうですか？美容医療や美容整形が一般的になってきていますか？10年前や20年前と比べてどうですか？そういう施術をする人が増えてきたと思いますか？何か興味のある施術はありますか？私はさっき話した通り、脱毛と、シミ取りをしました。他は興味があるとしたら、歯ですかね。歯のホワイトニングぐらいですかね。うん。日本も結構歯並びとか歯の白さは大事だと思うんですけど、アメリカとかその西洋の文化に比べるとそうでもないなという感じです。どちらかというと、日本ではその顔の特に、上の方が重要なのかな。目のあたりとかをやる人が多いのかなという印象です。最後になるんですけど、こういうルッキズムだったり、勝手に流れてくる広告だったり、そういうのは自分でコントロールできないですよね。個人では止められないと思うんですよ。残念ながら。でも、自分の中の境界線というのは、しっかり持ちたいなと思っています。やっぱり見た目をきれいにして自分自身が明るい気持ちで楽しく他の人と接することができる。それは自信につながるし、とてもいいことだと思います。自分はここまでやる。ここのバジェットまでやるとか、シミ取りはやるけど注射はやらないとか、その逆もありだし、切る手術はしないけど、注射はありとか、一人一人全然違うと思うので、個人で、自分の意思で決めるのもいいと思います。全くしないというのもいいと思いますよ。それだけ自分に自信があるとか、すごくかっこいいなと思いますね。うん。皆さんはどうですか？都会に住んでいたら結構その容姿へのプレッシャーを感じたので、このエピソードでシェアしてみました。今回も最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた次のエピソードで。バイバーイ。